では八角形のこのようなフレームの作り方の説明をします。まずは画用紙に円を描きます。このようにね、円を描いていきます。円を描いたら中心を通る線を引きます。線を引きます。次に、分度器を使って90度と45度、135度の位置に印をつけます。こちらも下も同じように90度、45度、135度の位置に印をつけます。で、それぞれの点を通るように、それぞれの点と中心を通るように線を引いていきたいと思います。このように線を引けました。次にそれぞれの円とこの線の交わるところを線で結んでいきます。このような感じで全部やります。このようにそれぞれの線を結ぶと八角形ができました。この八角形をカットしていきたいと思います。で、この八角形のこの一辺の長さが 6.1 センチになっています。6.1 センチになっています。ではこれをカットしていきたいと思います。これで八角形のこの部分ができました。次にこの周りのフレームの部分を作っていきたいと思います。ここの部分の長さに合わせてそれぞれにフレーム部分を作っていきたいと思います。のりしろ部分を 1.5 センチで、高さも 1.5 センチで、幅を2センチで計算してこの大きさのフレームを作ることにしました。きれいにボールペンで線を引いてあるとこのようにきれいに折りやすくなるので、ここがのりしろで一つの辺がこのような形でつきます。こうなりますね。で、これが全部で8個必要になります。で、同じように線をつけていくのはちょっと面倒ですが、このように2センチ 1.5 センチ2センチ 1.5 センチというふうに線を引いてからカットしてもいいと思います。ここの幅は全部 6.1 センチ、ここの幅と同じ幅で 6.1 センチで計算して線をつけてあります。で、後から切って数を作ります。
次にこのままだとフレームとして2つのフレームを置いてもこう交わることができないんですよね。なのでここの部分をカットしないといけません。でカットするための製図のようなことをします。まずこれテンプレートを作りたいと思います。これが一つのここの部分ですね。ここの部分とここの部分がこのように置くとこの交わる部分が出てきます。この交わる部分をカットしていきたいと思います。まず一つはこのままで、もう一つを置くとここの位置までが重なる部分になりますね。ここまでここをカットしないといけません。このようになります。こちらも同じように隣のフレームと重なる部分をきちんと合わせてこの位置でカットします。でこの形のフレームが4箇所、こことこの4箇所につくようにしたいと思います。そのために4枚をこの部分をカットしなければならないんですが、このテンプレートを使ってでは先ほど作ったこのテンプレートをこの位置とこの位置に合わせて線を引きました。このように線を引いてこうなりますね。ここの部分をカットしていきたいと思います。このようにカットしてこういう形ができました。これをこう折ってこのような形になりますね。これを全部折っていきたいと思います。線が引いてあるのですごく簡単に折れます。こうなります。
これを4つこの部分につけていきたいと思います。で後ほどここに貼る台紙をこの時点で作っておくといいと思います。貼ってからだと作りづらいので。でここは別に黒じゃなくてもここに飾りたいものの色に合わせて好みの台紙を用意しておくといいと思います。ではここに貼っていきます。このように4箇所貼れました。次にここの部分に糊をつけてここでもうきちっと固定していきたいと思います。でその前にもしこのようにマスキングテープとかで飾りたい時はこの時点で飾ってしまうといいと思います。好みのマスキングテープをこの部分に貼っていきたいと思います。ではマスキングテープを貼っていきます。こんな感じになりますね。こうなります。ではマスキングテープが貼れたのでここにつけていきたいと思います。先にこれをここにつけないといけなかったですね。ここにここをもう一度ここにつけていきます。よいしょ。でこれもつけていきます。このように4箇所つきました。次に残りの4箇所の部分を作っていきます。これも先ほどのように線に沿って折っていきます。これはそのままこういう形です。こうですね。であと2つも先ほど折ってあるので、これも今度ここにこうつけていくんですが、これをつける前にここにテープを貼ってしまいたいと思います。ではフレームが4つテープ貼り終わったのでここにつけていきます。ですね。このように合わせて4箇所つけていきます。このように
残り4つを付け終わりました。最後にここにスライドさせるようにこの角を入れていけばこのように入ります。で全部このように入れていきます。こんな感じになりますね。でどうしてもこう綺麗にきちっと四角いボックスフレームと違ってきちっとこうならないので、この角をと同じ素材で作ったこのように貼っていきたいと思います。一箇所ずつ丁寧に貼っていきますので面倒ですがしっかりするのでおすすめです。このように一箇所ずつ貼っていきます。これで八角形のフレームが完成しました。このようにちょっと脇から見るとねあまり綺麗じゃないですけど貼って補強してあげるといいと思います。飾りたいものによって、こんな感じでフレームと合わせて飾るものを選んでも素敵な作品ができると思います。またこのように時計にもなるので今これはこうですね、4時半です。このように時計にしてもいいと思います。ちょっと難しいですけど頑張って作ってみてください。以上です。これはここは止めてません。これはここをのり付けしてあるんですよね。のり付けでもいいと思います。ちょっとのり付けだと乾くまでずっとこう押さえてないといけないのでちょっと大変ですけど、それはご自由にやってください。今日はこのように貼りました。